皆さんこんにちは。不眠症チャンネルでございます。このチャンネルでは不眠症や減薬弾薬に関する情報を提供し、皆さんと一緒に不眠症を克服していくチャンネルです。今日のテーマは離脱です。私の離脱体験をもとにその原因や病状、軽減方法などについて考えてみましょう。まず簡単な離脱の定義をしてみましょう。睡眠薬などの反復使用を中止したり減薬することで生じる肉体的・精神的な病状です。離脱は一体どんなタイミングで起こるのでしょうか。離脱は睡眠薬を急にやめたとき、そして急に減薬したとき、そしてなんと呆れたことに睡眠薬を普通に飲んでいるときにも起こるのです。離脱の発症率は 50% 以上だと言われています。しかし調べてもお金にならないので、製薬会社も医療機関もちゃんとした調査をしていません。私は実際には離脱の発症率はもっとずっと高いと思っています。運悪く睡眠薬を一度服用してしまうと、離脱は睡眠薬を常用していても減薬しても弾薬しても発症するのです。離脱の発症を避けるには睡眠薬を増薬するか多剤処方をするしかないんです。こうして患者はどんどん薬漬けになっていくのです。ところが多くの患者は離脱になかなか気づけません。そういう私も睡眠薬歴が30年間以上あって気づいたのは最後の2年間です。一体どうしてなのでしょうか。1つ目の原因は患者自体が離脱の知識がないため副作用と混同しているか、眠れないため生じる体調不良だと思い込んでいるためです。2つ目の原因は離脱症状が多岐にわたり、また何年もかけてゆっくりとバラバラに生じるからです。例えば肩の硬直は睡眠薬を飲んでから1年後、便秘は睡眠薬を飲んでから2年後など発生したら、その2つがまさか同じ薬が原因なんて気づくわけはないのです。3つ目の原因は睡眠薬の増薬により離脱が軽減されたように感じるためです。睡眠薬は離脱症状を一時的に軽減しごまかします。そして最後に最も深刻な原因は医師がまともな診断をしないことです。精神科の医師や睡眠外来の医師は口では離脱を知っているように言いますが、実はほとんど知識がありません。医学部ではそんなことは習いませんし、 MR も教えてくれないからです。具体的に離脱はどういった症状が出るのでしょうか。ベンゾの原薬で有名なアシュトンマニュアルでは33種類の身体的・精神的不調が離脱として挙げられています。私がこの数年で経験した離脱はおそらく30種類前後だったと思います。中でも長期間悩まされたのは背中・肩などの硬直、耳鳴り、便秘と下痢の繰り返し、体のほてり、下興奮などです。私が最後に減薬したデパスとハルシオンの離脱についてお話しします。離脱は薬によって若干発症の仕方が違うように思います。ベンゾ系の睡眠薬は半減期と力が違うだけで本質的には同じものです。あくまでも私のイメージですが、デパスは発症する離脱が多く、ハルシオンは離脱の数が少なかったような気がします。睡眠薬を長期服用していると脳のガーバ受容体が減少し、体の抑制する機能が低下します。ガーバ受容体というのはリラックスしたり睡眠をとったりする脳の機能です。その機能の低下分を支えるために睡眠薬を服用し、睡眠と体のバランスをとっているのです。減弾薬でこの支えを外すと自律神経が暴走し離脱を引き起こすのです。離脱の仕組みを具体的に図解で見ていきましょう。睡眠薬を長期服用するとガーバ受容体が減少します。それで脳の抑制機能が低下しリラックスできなくなり、そして眠れなくなります。睡眠薬が効かなくなると私たちはこれを耐性と呼び、睡眠薬をまた服用したり薬の量を増やしたりします。それで抑制機能の低下を支えリラックスし眠れるようにしているのです。しかし薬を増やしたことによって実はますますガーバ受容体が減少し抑制機能が低下するのです。結局下興奮の状態になり不眠悪化が続きます。睡眠薬は鎮静作用をはじめ
実は3つの主作用があります。鎮静作用、筋弛緩作用、精神安定作用です。鎮静作用は眠くなります。しかし鎮静作用が効きすぎると昼間眠くて働けませんよね。そうすると私たちの体は睡眠薬に対抗して脳の鎮静機能を低下させてしまいます。それで睡眠薬を服用していても昼間活動できるようになるわけです。しかし睡眠薬で脳の鎮静機能が低下してしまっているので、時間が経つにつれだんだんリラックスできなくなり、眠れなくなり、不眠は悪化していくのです。体が脳の機能を低下させることにより、睡眠薬の3作用をどのように変えてしまうのでしょうか。まず鎮静作用ですが、興奮や過緊張に変わります。筋弛緩作用は筋肉の硬直、こわばり、痛みに変わってしまいます。精神安定作用は精神を不安定化させ、そしてうつ状態が慢性化します。睡眠薬は離脱によって治療すべき症状をすべて実は悪化させてしまうのです。さて最後にいよいよ離脱の解決方法です。離脱を解消するには減薬、断薬を行い待つしかありません。離脱を引き起こす原因も減薬、断薬なのですが、解決方法も減薬、断薬しかありません。次に離脱を軽減する方法ですが、残念ながらありません。私もかなりお金と時間を使いましたが、効果のあるものは一つもありませんでした。残念ながら受け入れ耐えるしかないのです。最後のまとめですが、離脱はガーバ受容体が関係しています。睡眠薬はガーバ受容体を減退させます。だから睡眠薬を常用すると不眠、離脱が悪化するのです。不眠や離脱、減薬についてもっと知りたい方はアシュトンマニュアルをご参照ください。もう一度繰り返します。睡眠薬はガーバ受容体を減退させます。いや破壊するのです。これが睡眠薬が不眠、離脱を悪化させる原因なのです。最後までご覧いただきありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録、コメントなどありましたらよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。おやすみなさい。